どうも、田舎マンです。皆さんお久しぶりです。本当にね、時間が空いちゃって申し訳ないんですけども、何をしていたかっていうとですね、依頼された編集作業がありまして、ひたすらにね、缶詰生活を送っていましたよ。ということでね、この家に引きこもって仕事をするっていうのがね、予定としてもあったので、前回はこのだだっ広い生活スペースを、この超ですね、適当な仕切りをつけまして、少しでもね、あったかい環境で仕事ができるように準備していました。こんな感じでね、ガバガバではありますけども、ようやくですね、人間らしい環境で仕事ができるようになったので、いただいたね、動画編集の仕事をひたすらにこなす日々が続いていきました。その間ね、家の方何か進んだのかというふうに言われると、ちょっと返答に困る状態ではあるんですけども、タイトルにもあるように、この缶詰生活を日記的にね、まとめたので、今回もね、楽しんでもらえるとありがたいなと思っています。でもまさかね、こんな環境で仕事に打ち込む日々がやってくるとはね、10年前、20年前の自分はね、全く想像もしていませんでしたよ。これがね、いいのか悪いのかよくわからないですけども、今こうしてね、なんだかんだで仕事をもらえて生活ができているということは、なんとか自分の足で立って生きることができているっていうことなのかなと思ったりもするわけですよね。ただ、リアルな足はですね、相変わらずめちゃくちゃ冷えるんで、その辺に転がっている薪をね、足置きにして、この揺らぎがね、また何とも言えない落ち着きにつながるんですけどね。そして部屋の片隅にね、ずーっと動かないカメムシ、お互い缶詰生活を送ってる仲間のようでね、なんか謎の親近感を覚えたりしましたけどね。で、問題は食事だったんですけども、外食するところもね、なかなかないんで、仕事をしながらね、簡単に食べられるものって考えたら、やっぱり鍋かなと思いましてね、2週間以上鍋を食べ続けましたよ。で、具をね、どんどん継ぎ足してると味が薄くなってきてね、カレーのルー入れたらこれ意外といけるなみたいな感じでね、カレースープ鍋とか作ったりね、ちょっと濃いめにルーを入れるとね、カレーうどんも作れたりね、そんなね、鍋の新しい食べ方を一人でね、いろいろ工夫しながら、野菜食べれるからいいですけどね。そういったね、味を変えるのに、ベースとしてはやっぱりね、蜜缶の寄せ鍋つゆがベストだと、そういう結論にね、この2週間の間でたどり着きましたけども、相変わらずね、蓋が閉まらないのはいつものご愛嬌です。で、この日もね、夜な夜な作業をする予定なので、大きめのクヌギをストーブに放り込んでね、寒さに備えていきます。で、入れようと思ったんですけどね、長すぎて全然入らんやんけと思ってね。ただね、この本間製作所の薪ストーブでね、どこも扉が開くんで、一見入らなさそうなこのサイズの薪でもね、なんとか入るっていうのがね、安物のありやね、優れもんやなといつも思うんですよね。そんな感じでしばらく日を眺めてね、休憩したらまた机に戻って作業を繰り返す。本当にね、この日々の繰り返しでしたね。とこんな感じで夜中の2時3時にね、怪しい音を出しながら、この日もね、夜が更けていきました。そして朝を迎えて鍋もね、感じになってましてね、このひたすら煮込まれて、この鶏肉もホロホロでマジでうまいんすよね。こうやってね、いつでもあったかい食事が取れるって、本当にね、よくできた嫁ならぬ相棒やなと思うわけですね。薪ストーブは生活のパートナーやなってね、本当に実感しましたね。で、日中に使うね、軽めの薪を補充しに来たんですけども、これはね、以前人にもらった廃材で、ここが空いたらね、また新しい薪を保管できるんで、なんかある意味ね、頑張って消費してるぐらいなんですよね。薪ストーブを使ってる方はわかると思うんですけど、やっぱりね、臓器のね、いい薪はね、なるべく取っておきたいんですよね。そんな感じで、とりあえずまた部屋を温めて、この日はどんな感じで作業しようかなと考えていきました。で、このね、日に当たりながら思ったことは、ちょっと体動かしたいなと思ったわけですよね。編集作業ね、好きなんですけども、何日もこもってやってるとね、マジで体おかしくなってくるんですよね。なので、このもらってきた薪たち、裏庭の方にね、運んであるので、とりあえずね、細めの薪から片付けていこうなと、久々にね、チェーンソーを引っ張り出してきました。
で、これね、切ったはいいけど、どこに置こうかなと考えたところですね、この生活している物置横の巻き棚ですね、引っ越してきた当初はこんな感じで山のようにあったんですけども、もう残りあとわずかなんですよね。なので、ここを片付けて、今切った薪をね、置こうかなと思い立ちました。なるべくね、家の周りに置きたくはないんですけど、ここに置いたことをね、夏に後悔する自分が脳裏に浮かぶっちゃ浮かぶんですけど、今はね、時間を優先しても置いちゃいます。で、そんなことをしていたらですね、懐かしい薪が出てきてね、これ、梅の木なんですけども、もう5年くらい前ですかね、知り合いのおばちゃんに頼まれてね、切ったんですよね。当時はね、チェーンソーを持ってなかったんで、この一生懸命のこぎりで切ったあの苦労がですね、この切り口を見たら蘇ってきましたよ。そんな思い出に浸りながらですね、どっちみちこの部屋で缶詰生活するんやから、全部家の中に放り込んどったらいいかということでね、運び込みました。こんなことしてるからね、家の中にね、カメムシが普通にいてるんですけどね。でも仕事中ね、薪を取りに行ってたら本当にね、集中力切れるんでね、これはしょうがないですね。で、このね、台にしていた板ですね、やっぱり板はね、水が溜まるんかして、一部キノコも生えちゃっていたので、裏庭に転がっている丸太の中からね、なるべく状態のいいものを数本選び出して、今度はですね、これを薪を置く台にしようかなというふうに思いました。およそね、約1年ぶりにこのね、地面が見えて軽くね、掃除してあげました。得体の知れない虫とかよけ転がってましたけども、引っ越してきた当初はね、本当に時間がなくてね、この U 字工もレンガを1個こうやって置いてあげるだけで、ある程度の水平が出るのに、なんでこんな置き方してないのなって、過去の自分をね、疑ったりするわけですけども。で、またね、キノコが生えてきたら嫌なんで、いつもの防腐剤を塗ってあげて、いつも通りのこの適当なセンスでね、この丸太を並べていきました。これまでね、いくつか薪置き場を作ってきましたけども、この形がね、自分の一つの答えじゃないかなと、なんとなくね、そんな感覚がしましたね。で、またね、しばらくパソコン作業した後にこの切った木を運んでいるんですけども、めっちゃこの動きスローじゃないですか。なんかね、ずっとパソコンの前に座ってると、やっぱりね、動きにキレがなくなりますね。この PC 作業とね、巻き仕事ね、ほんと真逆すぎてね、体が追いつかないって感じなんですけどね。で、早速ね、この薪を並べているんですけども、この新しい置き場所に薪を置くときは結構好きなんですよね。こういう風に置いた方が安定するかなとか、いや、こっちかなとかね、考えるのが結構楽しいんですよね。性格上ね、途中でどうでもよくなるっていうのは分かってるんですけども、楽しいものはね、楽しいうちに楽しんでおかないと、損ですからね。で、もうすでにね、結構どうでもよくなってきてるんですけど、この端の方なんですよね。互い違いに置くやり方でもいいんですけども、ここは結構ね、頻繁に通る場所なんで、一応ね、支えをつけてやろうかなと思ってね、番線で支柱をね、つけていこうかなと思いました。以前巻き棚を作った時にね、番線の巻き方を覚えたはずなのに、久しぶりにやったら全然覚えてなくてね、この恥ずかしいぐらいのうんこ巻きなんですけども、とりあえず立ってるんで、これでよしとしました。で、これ後日なんですけども、現場仕事されてる方にね、こうマンツーマンで教えてもらう機会があったんで、今度からね、シングル巻きは大丈夫なはずです。でもね、こういうの日常的にやらんとね、ほんと忘れる自信しかないですけどね。でもこのね、支柱のおかげでだいぶ適当にね、巻きを置けるようになりましたよ。ある程度ね、高くなったら、この支柱の上同士をね、ロープか何かで結んでやったらね、倒れてくることはないかなと思います。そんなね、しばらく薪と戯れてちょっとリフレッシュして、また仕事もやらないかんなと、部屋にこもってね、おでんの具を入れた鍋をすすってます。そして長かった缶詰生活もね、ようやくね、終わりの時がやってきました。終わった。こうしたね、パソコン作業も好きな方なんですけど、やっぱりね、仕事でお金もらうってなると何でも大変ですね。ということでね、ようやくね、まるっと作業できる日がやってきまして、この日はね、朝から残りの薪をこぎっていくことにしました。
こんな感じでバンバン切っていきましてね、この雪のように降り注ぐ木くずもね、また梅雨の時期までには片付けておきたいところですよね。それにしてもね、久しぶりにこうやってね、体を使って作業できるのに、本当にね、もう体の内側から喜んでいるっていうのを実感しましたね。で、この薪はね、それなりの太さがあるので、これから薪割りできると思うとね、今からうずうずしてきますよ。そんなね、デジタルの海に半分溺れかかっていた自分の体が発する声を聞くことができて、改めてね、こうした作業を自分は好きなんだと、はっきりとね、再認識できたっていうのは、この缶詰生活の副産物だなと思いますよ。そんな悠長なことを言うてますけどね、切るべき薪はまだまだあるんでね、この日はね、ぼちぼちと玉切り作業をしたり、チェーンソーに溜まった木くずをね、取ったりしていたら日が暮れてきました。そして翌日ですね、残った原木をバーッと切ってね、ようやくね、薪割り作業に入れそうです。ちなみになんですけど、薪割り動画ね、一応需要あるんかなと思いましてね、作業をほぼノーカットでサブチャンネル作ったんでアップしてありますので、また暇な人はね、見てみてください。URL はね、説明欄の方に書いています。喋りもないしね、ひたすら作業してるだけなんで、コンテンツっていうよりか、環境音みたいな感じで楽しんでもらえるといいかなと思います。ということでね、いきなり思いっきり動いたらね、ほんまに体に悪いんでね、まずは細めの薪をぼちぼち割り始めて、体を温めていきます。でね、割ってるうちにね、なんか本当に男性ホルモン出てんなって感じはね、してくるんでね、そういうのを感じたところで、どんどんとね、太めの薪を割る作業に入っていきます。いやー、それにしてもね、天気も良くて、時間もたっぷりあるし、マジでね、こういう時間楽しいんですよね。よくね、コメントで巻き割り機使えへんのっていう風に言われるんですけど、自分はこうやってね、体を動かすのが好きなんやなと思いますよ。さっきの話とね、重なる部分もあるんですけど、自分の体、この5体の動きを意識しながらですね、斧を振り下ろして、この体と斧が一体感を持って、この刃先が薪に当たるこの瞬間の感覚、この瞬間を感じるっていうのがやっぱいいんですよね。多分野球とかね、サッカーとか、スポーツに通じるものがあるとは思うんですけど、なかなかね、日常生きていて、この時間や分や秒を意識することはあっても、この瞬間を意識することってないと思うんですよね。だからこそね、この巻き割りが楽しいんじゃないかなと、そういうふうにね、ちょっと今思ったわけですね。そんな偉そうに言ってますけどね、どうしても割れない薪に出会うときはやっぱあるんですよね。そういうときはね、やっぱり薪割り機かなとか思ったりもするんですけどね。そんな感じでなかなか動画も更新できないし、家のこともそっちのけで、薪とね、戯れているんですけど、こうした作業もね、燃料という資源を蓄えるための、お金には換算できない仕事を自分はやっていると、そう思えばね、この現状を肯定できるんかなと、自分を納得させながらね、作業を進めてきました。長いこと更新していないにもかかわらず、こうして動画を見てもらって、なおかつ最後までお付き合いいただいて、本当にね、感謝ですよ。また次回はいつになるやらっていう感じなんですけど、気長にね、お付き合いいただければと思います。まだまだね、寒い日々が続くと思いますが、皆さんね、健康には気をつけてお過ごしください。また次回お会いできれば嬉しく思います。最後までありがとうございました。